こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。ご機嫌いかがですか？ナオコです。今回ネタにするバイクは、川崎のケイル X230 だ。あ、自衛隊の偵察用オートバイですね。だな。なんでまたこの車種を？最近、ラリー様の機嫌が悪くてな。乗ってないからですね。その通りだな。バッテリーは上がるわ、タイヤの空気圧は下がってるわ。タイヤの下にはムカデがいるわと、絶不調だ。保険 CM もたる状況です。なので今回は、あくまで発表された川崎のオフ車、ケイル X と CRF を比較しつつ一本作ってみたってわけだ。比較して、お互いの良さを引き出そう。って作戦ですね。で、バイクの良さを再認識したら、CRF も構ってあげてくださいね。おう、CRF のご機嫌取りをしてくるぜ。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の流れはこんな感じだぜ。1、KLX230 点。2、スペック考察。3、KLX230、VS、CRF250L、使用比較。です。じゃ、輪締め、か。1、KLX230 点。ケイル X の歴史をサクッと調べてみたぜ。ツーストエンジンの KDX をベースにフォーストを積んだのがケイル X だ。1993年に発売されたケイル X250SR は、競技車に保安部品をサクッと付けたモデルで、打倒ツースト、戦うフォーストってことで、人気を博したモデルだ。1998年にはケイル X250SR の後継車、ケイル X250 が登場。そして、ケイル X250 は2016年に生産終了となり、その後継者として登場したのがケイル X230 だ。今では、川崎のオフローダーは、ケイル X230 が引き継いだって流れだ。引き継いだ。っていう割には、排気量が250から230に変わってますね。なんで？それは、ケイル X250 と230の設計思想の違いのため、だ。ケイル X250 はオフロードの頂点を目指すをテーマに開発された戦うフォーストだった。ケイル X230 はファンライドがテーマだ。さらに戦う者たち、ではなくなったんですね。開発者インタビューでは、あくまでもファンライドのための軽量コンパクト、利便性、快適性などを重視した結果、エンジンもメンテしやすさや信頼性の高さを優先し、あえてシンプルな空冷にバルブ SOHC というレイアウトを選択した。と語ってたぜ。その結果、新設計のフレーム、232cc の排気量で登場、となったわけだ。ふむ。で、ケイル X といえば、冒頭で話した陸上自衛隊の偵察用オートバイでもある。偵察用といっても、被災現場や防災訓練でも使われるから、見かける機会はあるな。オリーブドラブカラーで塗装されたケイル X は、ザ軍事用って感じでかっこいいです。いつから採用されてるんですか？ 2001年からだ。それまではホンダの XLR が採用されてた。ホンダだったら安牌なのに、なんで川崎に変わったの？新配ガス規制関連みたいだぜ。生死を分ける戦闘に使う道具にも、規制の影響があるんですね。性能は十分に担保確認してるはずだし、問題はないと思うけどな。普通に道路も走行するし、時代に合わせた必要な対応だよ。それじゃ、自衛隊以外でのケイル X の活躍は？もちろん、レースでも大健闘だ。と言っても、ライバル関係にあったホンダ XLR は、シンプルな車体構成で頑丈で整備性に優れ、特に長距離レースではホンダは大活躍だった。ちなみに、CRF250 の祖先も XLR です。差し込んできた。そんな優等生バイクにケイル X は挑んだわけだ。レースで切磋琢磨し販売台数も追いつけ追い越せ、どんどん XLR の牙城を崩していく。その結果、レース界での活躍、販売数アップ、さらに偵察用オートバイの役目も手に入れ、今では日本が誇る川崎のオフロードバイクとなり、盤石の地位を築いているぜ。そんなケイル X を祖先に持つのが、ケイル X230 シリーズってわけだ。主は CRF でオフ車に目覚めたので、以来、ツーリング先で出会うオフロード車をチェックしているのですが、ケイル X230 はあまり見かけない気がします。どちらかといえば、CRF250 のがよく見かけますね。それはホンダ好きだからだろ。林道ツーリングに行けばケイル X もバンバン見かけるぜ。〇〇スポーツランドとかでもな。ケイル X230 と CRF250L では、大きな仕様の違いがあるしな。そのあたりの好みもあるかもしれん。じゃ、その違いとやらを教えてくださいよ。はい、喜んで。2、スペック考察。カラー&デザイン。SE の専用カラーとグラフィックこちら。オリエンタルブルー。ファイアクラッカーレッド。ファイアクラッカー、爆竹？その意味もあるけど、この言葉にはバイタリティが溢れるという意味もあるそうだ。オフロードを走るには、バイタリティが必要ですからね。でもこのカラー、CRF に少し似てないか？配色は似てますね。でも、絶対に間違えません。オリエンタルブルーは、チターンズカラー。と言って、何人通じるのでしょうか。
国内仕様の白緑も、ザ・川崎って感じでいいと思うぜ。これぐらい派手な方が、林道で目立つしいいかもな。目立ちすぎて、蜂やら動物やらも呼び寄せそうな気もしますが。エンジン。川崎のアメリカサイトでエンジンスペックを確認したのだが、記載項目が足らないので国内仕様を記載しておく。KLX230SE は KLX230 と同じエンジン、スペックだから、ってことですね。排気量は 232cc、空冷 SOHC2 バルブ短気筒。最大出力は 14kW19 馬力 7600rpm。最大トルクは 19N1.9kg/F6100rpm だ。燃費は 33.4L、燃料タンクは 7.4 リットル、航続距離は 247.16 キロだな。ちょいと心細いですね。車両重量は134キロだ。なかなか軽いですね。これがさっき言ってた CRF との違いですか？おう。軽い理由の一つ目は SOHC ってことだ。CRF は高回転時の馬力のために DOHC にしたんですよね。KLX は出力特性をフラットにして、乗りやすさを優先してる。で、二つ目は空冷エンジンってことだ。SOHC としたことで発熱量は DOHC より抑えられる。空冷で冷却系が設計できれば、ラジエーターや冷却水が不要になり、軽量化につながる。構造もシンプルになり、価格設定でもメリットがある。これが大きな違いですか？そうだな。どちらが良い、悪いではなく、バイクのキャラクターに合わせた設計ってことだ。あと、国内仕様の KLX230 のエンジン形式は 2BKLX230A で、最新の排ガス規制には対応してない。川崎のバイクだと、ベルシス250や Z400、Z125 も見たようですね。Z125 は KLX230 と同じ空冷だ。空冷エンジンの排ガス規制対応は難しいって話だから、今後の進退が気になるところだな。車両サイズ、足腰回り。北米スペックだと単位がインチ、ガロン、ポンドと日本と違うので、単位変換してみた。なので数字の精度は、大体ってことでお願いします。車体サイズだが、全長 2105mm、全幅 835mm、全高 1165mm、軸距は 1379mm だ。最低地上高は 264mm、シート高は 883mm だぜ。オフ車なので覚悟はしていましたが、足つきはヘビーですね。でもシート幅はかなり絞り込まれてるから、足つきは CRF よりも良さそうだって話だ。CRF よりはって話ね。フロントサスペンションは成立、リアはリング式のモノショックだ。ブレーキはデュアルパーパス ABS で、オンでもオフでも安定した制動力が得られる特別な ABS だぜ。フロントタイヤは21インチ、リアは18インチで、スイングアームはスチール製だな。競技車の KLX230R はスイングアームがアルミ製だ。装備品やタンク容量の違いもあるが、車重はなんと115キロ。軽い。ちなみに CRF250L の競技車、CRF250R は104キロ。さすがホンダ。この負けず嫌いちゃんめ。で、話を戻すと、KLX230 のフレームはシングルクレードルタイプだ。これは CRF250L も一緒ですね。でも、KLX230R の方が軸距が短くてクイックな味付けになってる。R の方がよりアグレッシブな走りに振ってるんだな。競技車ですしね。使用装備。SE 特別専用装備は、次の通りだ。ナックルガード。テーパーハンドル。フレームカバー。スキットプレート。専用グラフィック。ブラックアルマイトリム。です。専用グラフィック以外のアクセサリは、国内でも販売されてる。おそらく国内では SE はラインナップされないと思うから。気に入ったアクセサリで、気になる部分を機能性アップですね。で、主要装備だが、最近はオフ車も機能充実で、スリッパークラッチ、オフロード ABS、ストップシグナルなど盛りだくさんだ。CRF のことじゃん。しかし、KLX はシンプルイズベストだぜ。エンジン以外もシンプルなのね。じゃ、装備はこちら。ヘルメットロック。液晶メーター。以上だ。このシンプルさ。とにかく車体を軽くしてオフロードを楽しんでほしいって思いがビンビン伝わってくるぜ。それに、車体の軽さ以上にお財布も軽くて済みそうです。じゃ、お次は価格についてだ。価格。アメリカサイトで確認した価格は、2022仕様の KLX230SE は4999ドル、日本円で約 56.6 万円。KLX230 は4799ドル、日本円で約 54.3 万円だな。じゃ、国内仕様の KLX230 は49万5000円なり。50万切ってますね。じゃ、中古市場だともっとリーズナブルに買えるかな？それはないみたいだ。1000キロ前後の走行車はほぼ定価だし、5000キロ程度でも、総支払い額になると定価ぐらいだ。オフ車相場も価格は上がってきてるんですね。みたいだな。それなら川崎プラザで新車を買っても同じですね。自分の環境に合わせて、お店を選んでくれな。こうなると、CRF250L との価格や、性能についても気になります。それじゃ、価格も含めてライバル比較といきますか。3、KLX230、VS、CRF250L、使用比較。CRF250L は、2020年にマイチェンした S モデルハイシート仕様で比較だ。
KLX230 は国内2020年モデルな。では、比較表、とドンパ。価格。やはり、軽量でシンプルなエンジンのおかげだな。CRF と比べたら約10万円安い。KLX にはハンドガードがついてなかったり、ライトやウィンカーがバルブってのもあるが、この価格差は魅力的だな。車体サイズ。KLX は軸距が短い分、全長も短いな。コンパクトで操作性良く、って開発インタビューでも話してましたからね。シート高がこの値だと、体格に恵まれてないと辛いサイズだ。何かしら対策したいですね。エンジン出力。これも、先に話した設計思想の違いだな。ぜひ試乗して違いを感じたいですね。リッターバイクからの乗り換えだと、あまり違いは感じられないけどな。燃費は CRF のがいいですね。重くて馬力もあるのに、燃費がいいなんて、わけがわからないよ。まとめ。今回の考察は以上だぜ。ほとんど SE の話はなかったけど、川崎の KLX230 はどうだった？数値性能以外が気になります。オフロードはフィーリングだからな。いろんな道を走って、オフの良さを感じたいです。じゃ、最近行ってない林道ツーリングネタを再開しますか。需要があるかな？では、今回のお話は以上になります。お次は、青子のバイクニュースのコーナーだぜ。青子のバイクニュースのお時間です。今回は年の瀬オフ車ネタだったので、2022年のホンダ、ダカールラリー参戦情報についてです。もうそんな時期か。今年のホンダは新メンバーを加えた4人体制、モンスターエナジーホンダで参戦です。今年は3年連続での二輪車部門の総合優勝を目指します。もちろんマシンは去年同様、CRF450 ラリーです。マシンの詳しい内容は、まだサイトにアップされてないですけどね。残念。違いを細かくチェックしたかったのに。MotoGP はレプソル、F1 はレッドブル、そしてラリーはモンスターエナジーと、うまくスポンサーが分かれてますね。応援グッズの使い回しができなくて苦労します。メーカーをまたげば有用できるぜ。MotoGP でモンスターエナジーはヤマハだろ？それは、できない相談です。では、今回はこの辺で。それでは、See you!